衝撃の全国民10万円給付が早まる可能性があるというシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。衝撃岸田6月決定か特別定額給付金2回目と消費税減税ということで給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方が多いと思います。給付金の情報が出たらすぐに知りたい、あるいは給付金が始まったらすぐに申請をしたい、あるいは確実に給付されたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金の情報は、新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいておりますので、情報が出たらすぐに知りたいと、確実に給付されたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まずこの特別定額給付金ってまず何かっていうことなんですけども、その2回目っていうのはまだあるかないかっていうのは決まってませんと。で、その特別定額給付金っていうのは、コロナ禍にあった全国民1人当たり10万円を給付するといったような給付金ですと。で、その2回目って何ということなんですけども、これはコロナ禍にあった1人10万円を給付するという給付金です。で、その中でですね、最近も国民の認識としてはコロナ禍と同じような苦しい時期にあるということで、この2回目ぜひやってくれという声が上がっているといったような状況です。ただ岸田首相はこのコロナ禍のような1人10万円給付するといったような給付金については、国難の時に限りますというふうに断言していますと。じゃあこの国民が苦しいというふうな状況があっても給付されないのかというところなんですが、実はこの特別定額給付金の1回目、このコロナ禍にあった特別定額給付金は、国民の声で給付が決定したといったような経緯があります。もともと1世帯に30万円給付するっていうふうな案で閣議決定しました。ただしその後にですね、国民の声が1人10万円給付やってくださいよという声がめちゃくちゃ多かったと。その声を受けて公明党が自民党に突き上げをしてですね、その自民党が一度決めた閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したというふうな経緯があります。ただこの時はどちらも与党ということですね。自民党も与党、公明党も与党といったような状況で、もちろん与党の中で考えられたことなので実現しやすかったということがありますと。さあ、国民の声というのはとにかくコロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。物価が上がっていて給料は上がっていないといったような状態です。少しずつ給料も上がってますよというふうにニュースとかで言われているのはあくまで大企業に限った話です。中小企業に限っては、我々のほとんどの国民がですね、勤めている中小企業に限ってはもうほとんど給料が上がってないといったような現状があります。物価が上がっているのに給料は上がらないといったような形なので、当然生活が苦しいといったような形になってきます。コロナ禍は例えば旅行業、飲食業、交通に関するような仕事っていうのは非常に苦しかったと思います。もちろん外出制限がありましたので。ただ我々一般的な国民の大半というのはコロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。先ほど言ったように物価が上がり給料が上がっていないので、それは苦しいですよねと。で、ただ岸田首相の認識としてはコロナ禍は国難で、今は国難ではないという認識です。現状としては国民は、一般的な国民の大半は今の方がコロナ禍よりも苦しいといったようなものがあります。そういったものを受けて非常に低い支持率になっているんですけれども、さあこの国民の声をきちんと内閣政府に届けて実現してくれるような政党はあるんでしょうかというところですと。ありますと。10万円給付を政策にしていると、国民民主党が1人10万円給付、あるいはれいわ新選組は春夏秋冬四半期ごとに10万円給付するということで政策にしていますと。ただし野党ということがあって、この特別定額給付金の1回目の時のような自民党と公明党で検討したと、与党と与党で検討したというふうな状況ではなくて、あくまでどちらも野党というふうな形です。ただし国民の支持率をなかなか無視できないといったような状況が岸田内閣には実はありますと。この通りめちゃくちゃ低い支持率と、各社どの会社も、世論調査の会社も最低を更新しているといったような状況です。不支持率が 82% に上っているところもあるというところですね。で、その岸田首相が無視できない理由としては、今年は衆議院解散があるんではないかなというふうに言われているからです。なので岸田首相としては少しでも支持率を絶対に上げなきゃいけないということです。
自民党総裁の任期としては今年の9月なんですけれども、そこの9月まで行ってしまったのでは、岸田首相は非常に低い支持率なので、国民の支持をその後の衆議院の任期が来る、来年の10月の任期が来た状態での衆議院の選挙というところで、岸田首相をそのまま自民党の総裁として再選させて、自民党の顔でですね、選挙を迎える、衆議院選挙を迎えるということになれば、それぞれ苦戦が予想されてしまうと。岸田首相が顔ではなかなか選挙を戦えないということがあるので、当然今年の9月の自民党総裁選では、岸田首相は取り替えられてしまうと。自民党の総裁として再選することがなかなかできないというふうな空気がありますと。そこで岸田首相としては、その前に衆議院の解散を行って、国民に信を得ましたと。自民党は苦しい選挙を戦ったものの、結局過半数を確保できたという結果をもってして、この自民党総裁としても再選するといったようなシナリオを描いています。さあ、岸田首相としてはどのタイミングを狙っているんでしょうかということで、この1月から6月、通常国会が今行われていますと。その中で、問題になったこの政治資金規正法の改正と、裏金問題ですね。その、政治資金規正法に、それに対応する政治資金規正法の改正を行って、国民の支持を少しでも上げて、さらに6月からは、減税が始まりますと。減税が始まったタイミング、そして政治資金規正法を改正して、そこで解散を行って、選挙に挑むと。そこを狙っていますと。ただ、最新の岸田内閣の支持率というものが入ってきました。3月の頭に行った JNN、これは TBS 系ですね、の世論調査の会社の支持率というところも過去最低を更新してしまっているといったような状況です。いよいよ岸田首相は諦めなければならない状況になったんではないかということが予想されます。で、岸田首相がもう諦めるということは、新たな政策ですね、特別定額給付金の2回目、国民1人当たり10万円給付であるとか、あるいは消費税減税を行って、国民の支持率を上げようとするということを行わないという形になるので、いよいよこの10万円給付、あるいは消費税減税が遠のいてしまったんではないかなというふうにも言えなくはないですと。この2024年9月の自民党総裁の任期をもって、退陣をしていくというふうな形になるんではないかなというふうなことも考えられますと。ただ、そこでもし岸田首相が諦めて新しい、自民党の総裁が決まったとします。一説には石破さんがなるのではと、あるいは麻生さんが推す上川外務大臣がなるんではというふうにも言われていますが、もしそうなったとしても、さすがに国民はめちゃくちゃ今回は怒ってると。いくらなんでも今回は選挙に行くでしょうと。自民党は高をくくってると思います。いくら支持率が低くても、結局国民は選挙行かないでしょうということで、結局自民党が過半数確保できるということを考えているかもしれませんが、さすがに今回は国民も怒ってると。裏金問題もありますし、施策の失敗で国民の支持を全然得られていないということもありますので、たとえここで自民党の総裁が変わり、この衆議院の解散のタイミングというのが今年になくてですね、来年以降になったとしても、結局、この任期が来ますし、衆議院っていうのは大体任期が来る前に解散をします。もう 99%、この衆議院っていうのは任期が来る前に解散をしているっていうふうな過去がありますので、少なくともここまでには解散を行い、その結果、国民が、このなかなか支持しませんよというふうな現状があるので、自民党は大敗してしまうだろうと。で、そして過半数割れをして、自民党が過半数割れをするということは、どこかと連立の政権を組まないとやっていけませんという形になるので、前の村山政権のような連立政権を組んで、ただ自民党としては大幅に議席を減らすので、首相として、自分の党のですね、総裁を推すということはできずに、少しでも国民の信頼を得た、連立を組むですね、例えば国民民主党であるとか、そういった国民の支持を少し得られているような勢いのある党の党首を首相として一緒に連立で推すという可能性もありますと。そうなると、民主党の党首、玉木代表、国民民主党の政策というところですね。先ほどお話したんでピンときた方もいらっしゃると思いますけれども、国民民主党は10万円給付というのを政策にしてますと。インフレ手当10万円ですね。で、それに加えて、実は消費税減税というものも政策として謳っています。去年の11月の頭に参議院に消費税減税法案というのを提出している党です。なので、国民民主党の玉木代表が推されて、もしこの首相として
与党になったとするならば、こういった国民1人当たり10万円給付、あるいは消費税減税というものも、実現に向けて動いていくというふうな可能性もありますと。ちょっとここで整理したいと思うんですけれども、消費税減税が望まれている理由というところについてちょっと整理したいと思います。こういった給付金の動画出させていただくと、消費税減税もぜひやってくださいというふうに政府に言いたいですという意見もたくさんいただいてます。で、そのコメントの中で、いろいろな消費税減税をやった方がいいっていう理由を皆様書いていただいてるんですけども、その理由についてちょっと整理してます。一つ目にまず消費税の負担が大きいっていうことですね。これは例えば、この特別定額給付金などで、1回10万円給付される。そういうことに関しては、一時的な経済的な影響っていうふうなところにとどまるものの、消費税っていうのはもうずっと払ってるわけですね。例えば、100万円のものを買うとしたら10万円の税金がかかるというものをもうずっと続けてると。毎年毎年それが減ることはなくずっと何かを買うことについて、その税金がかかってくるので、その負担っていうのがずっと長きにわたって続いているので、負担が大きいですよということですね。で、それから2つ目、その逆ですね。経済的影響の持続。例えばその税金がなくなったとするならば、この先ほど言ったように10万円1回給付されますよというもの以上にずっと減税ですね。つまりかかるお金が今までかかっていた税金がかからなくなるというこの経済的影響が持続しますよという話です。それから消費の刺激にもいいですよというふうなご意見もあります。これは例えば何かを買うことについてかかるのがもちろん消費税なので、その消費税がかからないとなれば消費の刺激になるし、この実際は不景気の今の日本にとって非常にいいんじゃないかなということですね。物価が上がって少しデフレ脱却しているんじゃないかなというふうなことも言われてますが、その上で給料上がってないので、景気っていうのはどんどん冷え込むといったような状況にあります。原料高などで例えば物の値段が上がっているっていうふうな状況なので、決してこの給料上がってないという状況で、それがじゃあ景気がいいかっていうとなかなかそういうわけでもないと。実際は不景気のように非常に苦しいという国民の実感がありますというところですね。そこに対して消費税減税をするということで、その消費の刺激になって、経済もより回っていいんではないかという意見ですね。それから4つ目、税負担の公平性っていうのがあって、これは例えば収入が多い人も少ない人も、例えば同じ値段のものを買うときに同じだけ税金がかかるというところがあるので、収入が多い人から多く取って、収入が少ない人からはそんなに取らないというふうな税負担の公平性っていうものが望まれると。消費税っていうのは買ったものの値段で決まってしまうので、その人の収入で決まっていませんと。なので、所得税などその収入に応じてかかる税金というのは公平性があるものの、同じものの値段であれば同じだけ税金がかかりますという、この税の負担、そういった消費税は公平性に欠けるんじゃないかというふうな意見があります。さあ、話戻りまして、国民民主党は実際にこのインフレ手当、給付10万円、あるいは消費税減税というものを、この玉木代表が首相になった時も実際にやっていきますかと。すごいわかりやすく言うと、首相になったからって政策変えないですよねというところが気になりますと。国民民主党の本部に聞いてみました。そして、この政策をですね、実際に玉木さんが首相になったとしても、そういうストーリーあり得ると思うんですよねと。で、その上で首相になっても、実際にやっていきますかということをお聞きしたら、衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていくっていう風な可能性はありますけれども、この柱の政策、10万円給付、あるいは消費税減税ですね、は、ブレる可能性は低いと思うということで本部の方も言ってらっしゃいました。もちろん玉木さん本人じゃないんで、あれなんですけども、ただその国民民主党の本部に聞いてそういうようなお話ですので、なるほどということで、この実際に国民民主党の玉木代表が首相になった場合でもこういった10万円給付、あるいは消費税減税というところについて押していく可能性が高いなというふうに思います。で、さらにまた逆転のシナリオとしては、この岸田首相が諦めて新しい自民党総裁が、決まりですね。そしてこの来年の衆議院の、任期というところまで行くんではないかと。で、その後に解散されて自民党が大敗したら、そこでそういった施策について実現していくっていうことで、もしかしたら実現する可能性があるんじゃないかなっていうふうなストーリーですけれども、さらに岸田首相が実はまだ諦めていないという可能性もあります。岸田首相がこのままやはり首相として何とか継続していきたいというふうに考えるのであれば、やはり6月解散かというふうな形になってきます。
先ほど言ったように6月に減税スタートして、この通常国会の中で政治資金規正法の改正を行うということが、岸田首相が首相でいられる可能性がもしかしたらあるということで考えるとするならば、それが一番いいシナリオになってきます。この6月の解散以上に岸田首相が首相でいられる可能性が高いという方法はないのではないかなというふうに言われています。先ほど言ったように減税開始をして解散といったような形ですね。国民がそういった実感、岸田首相の施策による成果というのを実感して、そしてそのタイミングで解散といったような形ですね。一説にはこの4月の28日、4月の末ですね、の衆議院の補欠選挙で、東京都の小池都知事が実は国政に復帰して出馬するんじゃないかと、東京15区で補欠選挙に出てくるんじゃないか、電撃出馬してくるんじゃないかっていうふうなことも言われています。ただやはり小池都知事としても、都知事の任期っていうのが、今回は7月の末ぐらいまでありますので、そこまでやっていく、あるいはそこに近いタイミングまでやっていきたいというところがあるので、岸田さんもそこまで焦る必要もないかなと。4月の末、そこに補欠選挙に合わせて解散をしてくるんじゃないかなというふうなことも言われていますが、やはりこの6月の減税スタートというところを待って、実感を得て、解散していくんじゃないかなということが一番可能性が高そうなシナリオというふうになっています。小池都知事はそこで焦って国政復帰ということももしかしたらなさそうかなというところですね。もしかしたらこの6月解散というところで、そこで小池都知事が出馬してくるっていうふうな可能性もありますが、ただ岸田さんとしてはここで6月のその減税スタートを待って解散していくっていうふうな可能性が一番高いんじゃないかなというところですね。で、そうなるとこの自民党の総裁が変わってその後の任期近くなって衆議院が解散というタイミングよりもかなり早く、もしかしたら1年ぐらい早くですね、こういった特別定額給付金2回目、国民1人当たり10万円給付であるとか消費税減税が実現していく可能性が高い、そういったシナリオを迎えることになるという可能性も出てきてますと。なのでぜひ岸田首相に諦めないでいただいて、この6月に解散をしていただくと。そして自民党大敗というシナリオになれば、連立政権樹立、そして国民民主党玉木代表が総理大臣になって、こういった国民民主党の施策が実現していくというふうな可能性も見えてきたと。その岸田首相が6月に首相として諦めないというために解散をすることでその時期が早まるといったようなシナリオについて説明させていただきました。で、過去の動画でもお話しているんですけど、結構いろんなコメントをいただいていて、で、この給付金に関する動画っていうのをたくさん再生していただいてますと。で、政府の方とか、あるいはいろんな政党の方も結構ご覧になっていただいている方多いと思うので、そういった方にぜひ国民の意見、我々の国民の一般的な国民の意見としてぜひ届けたいと思ってますので、こういった施策に対して賛成、あるいは反対、あるいは消費税減税とか、あるいはこの給付金10万円といったようなところに対するご意見、一言でも構いませんので、ぜひ入れていただければと思います。そういった国民の声を届けて少しでも実現に近づけていきたいなというふうに思ってます。で、また、新しい給付金の情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。